今回はですね、2026年の宇宙ビジネス、その未来を形作る大きなトレンドについて皆さんと一緒に深掘りしていきたいと思います。かつては国だけのものだった宇宙が今やビジネスの最前線になっている、まさに劇的な変化の真っ只中にいるわけです。さて、まずはこちらの数字から。これからお話しする宇宙ビジネスのすべては、実はこの数字から始まったと言っても過言じゃないんです。マイナス 97%。これなんだと思います？実はこれ、宇宙へ物資を運ぶコストがこの20年ほどでなんと 97% も下がったっていうことなんですよ。いやー、これがどれだけすごいことか、ちょっと想像してみてください。このとんでもないコスト革命が宇宙における現代版ゴールドラッシュの築地役になったんですね。今回はこのゴールドラッシュの全体像をこの5つのポイントで見ていきます。まず何がきっかけだったのか、そしてどんなインフラが作られているのか、企業が追い求める金、つまり価値とは何か、それからもちろんこういう話にはつきものの問題点、そして最後にこのレースで未来を制するのは一体誰なのか、じっくり見ていきましょう。これはね、単なるちょっとした変化じゃないんです。もう経済のルールそのものが変わる根本的なパラダイムシフトなんですよ。かつては国という巨大なプレイヤーしか踏み込めなかった宇宙という領域が、今や誰でも参入できる競争の激しいビジネスのフロンティアになった、そういうことなんです。このスライドを見ると、その変化が本当によくわかりますよね。昔のオールドスペースと今のニュースペース。一番大きいのはやっぱりロケットが再利用可能になったこと。スペース X なんかがこれを実現したおかげで、莫大な税金を使った国家プロジェクトから民間企業が主役の活気あふれるビジネスの世界へと、宇宙開発は大きく舵を切ったわけです。ゴールドラッシュで一番儲けたのは金を掘った人じゃなくて、その人たちにツルハシとかシャベルを売った人たちだったなんて話がありますよね。宇宙ビジネスも全く同じで、それを支えるインフラが不可欠なんです。強力なロケットや商業用の宇宙ステーション、そして宇宙での活動を支えるさまざまなサービス、これらが今の宇宙経済におけるツルハシとシャベルってわけですね。これまで宇宙へ行くにはいわば打ち上げの順番待ちみたいなボトルネックがあったんです。でも2026年、その状況がガラッと変わります。見てください、この新しいパワフルなロケットの数々。これらが次々と登場することで、宇宙へのアクセスがもうこれまでとは比べ物にならないくらい簡単で、そして安くなっていくんです。それから長年活躍してきた国際宇宙ステーション ISS もそろそろ引退の時期が近づいています。じゃあその後継となる宇宙の拠点は誰が作るのかということで、今新たなレースが始まってるんですね。この表にあるように、各社がそれぞれの戦略で地球のすぐ上にある人類の新たなホーム、商業宇宙ステーション作りを目指しているんです。でもインフラってただロケットを打ち上げて基地を作るだけじゃないんですよ。宇宙での燃料補給とか衛星を動かすサービスとかもものすごく重要になってきます。これらは純粋なビジネスとしてだけでなく、国の安全保障っていう観点からも絶対になくてはならない技術なんです。さて、そうやってインフラが整ってきたところで、じゃあ企業は一体何を採掘しようとしているんでしょうか。21世紀の宇宙ゴールドラッシュで掘り当てられる金、それはもうズバリデータ、そしてそれによってもたらされるつながりなんです。今の衛星はもう単に電波を中継するアンテナじゃないんですよ。 AI を搭載して宇宙で自ら考えて判断する賢いプラットフォームに進化してるんです。例えばその場でデータを分析して必要な答えだけを地球に送る。これによってこれまでには考えられなかったような画期的なサービスが次々と生まれてるんですね。その一つがこの非地球造像っていう技術。簡単に言うと他の衛星を見張る技術です。なんだか宇宙のご近所見守りたいみたいですよね。でもこれどんどん混雑していく宇宙空間で安全を守ったり、何か問題が起きた時に誰の責任かをはっきりさせたりする上ですごく重要な役割を担っているんです。ただどんなゴールドラッシュにも必ず代償はつきものです。宇宙への急速な進出はこのビジネス全体を根底から揺るがしかねないとてつもなく大きな問題を生み出してしまいました。それが宇宙ゴミ、いわゆるスペースデブリの問題です。1億4000万。この数字何だと思いますか？これ今地球の周りを飛んでいる1センチ以下の小さな宇宙ゴミの推定個数なんです。しかも一つ一つが時速2万7000キロ以上っていうとんでもないスピードで飛び交ってる、まさに弾丸ですよね。怖いのはたった1回の衝突がネズミ算式に何千もの新しいゴミを生み出してしまうことなんです。
もしこの状況がコントロールできなくなったら、最悪の場合、一体何が起こってしまうんでしょうか。その答えが、このケスラーシンドロームと呼ばれるシナリオです。衝突がさらなる衝突を呼ぶ、まさに負の連鎖。最悪のケースでは、地球の周りがゴミで埋め尽くされて、何世代にもわたって宇宙が使えなくなってしまうかもしれないと言われています。もちろんこの最悪の事態を防ぐためにルール作りも進んでいます。例えばアメリカでは、使い終わった衛星は以前の25年から大幅に短縮されて5年以内に処分しなきゃいけないという厳しいルールができました。これは企業にとっては新たな課題ですけど、見方を変えればここに新しいビジネスチャンスが生まれているとも言えるわけです。そしてまさにここに新しい産業が生まれました。お掃除ビジネスですね。アストロスケールのような企業が開発しているのは、まさに宇宙のレッカー車。危険な宇宙ゴミを捕まえて安全に大気圏で燃やし尽くす、そんなミッションがもう現実のものになろうとしているんです。さて、これだけのチャンスとリスクがある中で、未来の宇宙を制するのは一体誰なんでしょうか。この競争はもはや一つの国や一つの企業だけの話ではありません。世界中のプレイヤーが入り乱れる、すごく複雑な戦いになっているんです。もうかつてのようなアメリカとソ連の二強時代じゃないんですね。官民連携で進めるアメリカに対して、強力な国家主導の中国、独自の宇宙開発を目指すヨーロッパ、そしてイノベーションの津波とまで言われるインドのスタートアップの勢い、世界中を巻き込んだ新たな宇宙開発競争が始まっているんです。そしてその裏にはもちろんベンチャーキャピタルというお金の流れがあります。そしてこのレースにかけられているものの大きさをこのグラフが示しています。宇宙ビジネスを含むこの市場、2032年までには 1.47 兆ドル、日本円にするともう230兆円を超えるようなとてつもない規模に成長すると予測されているんです。というわけで、ここまで見てきたように、宇宙はまさに新しい経済のフロンティアになりつつあります。でもだからこそ最後にこの問いがものすごく重要になってくるんですよね。この新しい世界の交通ルールは一体誰が決めるのか。ひょっとすると一番難しいのは技術的な課題じゃないのかもしれません。私たち人間がどうやってルールを決めて責任を果たして、そして国境を越えて協力していくか。最大のチャレンジはそこにあるのかもしれませんね。